星野シャナのスターライトラジオ。こんばんは、星野シャナです。ですね、今回はお酒の話を、初心者なんですけれどもしていこうかと思ってラジオを録音してみました。なんでお酒かっていうとですね、最近ありがたいことに再生回数とか再生時間が増えてきたことで、YouTube のアナリティクス、分析のやつって言ったら伝わりますかね。そう、データが見れるようになったんです。いや、ほんとありがたい。そうでね、データを見ていたら、なんか10代後半から20代前半くらいの視聴者さんがなんとなく多そうだなと思ったので、じゃあお酒の話とか意外といい感じに話せるんじゃないと思って、もうかなりぽやっとした気分ではあるんですが、お酒のことをお話ししていこうかなと思います。そう、大前提としてお酒は20歳から飲みましょう。ね、ちゃんとルールをね、守りましょうね。で、かつ、飲むときは適量を飲みましょう。はい、無理はよくありません。というわけで、今回はですね、お酒の話をしていきたいと思います。で、言うて私はお酒に詳しい方ではなく、特別強いわけでもないので、個人でこれまで何飲んできたかなみたいなところを振り返ってみようかなと思います。一応年齢言った方がいいか。今21歳なので、まだ1年経たないくらい、嘘。1年半ぐらいか。そう。1年半ぐらい経過した人がどんなお酒を飲んだかっていうお話をしていこうと思います。でね、思い返してみると、最初に飲んだお酒はかなりやばかったなって思います。そう、皆さん真似しないでね。最初に私がお酒飲んだのって、東京ディズニーシーの中なんですね。そう、私19の頃から、毎年一人じゃない、嘘だ、去年は友達と行ったわ。そう、誕生日ディズニーをしてるんですよ。そう、お誕生日当日にディズニーに行くっていうのを19からやり始めてて、で、20歳の時ももちろん行ったので、その20歳の時に行ったディズニーシーの中で初めてね、お酒を飲みました。本当に危ないからやめようね。一人だからね。みんな誰かと一緒にお酒飲んだ方がいいよ。そう。で、ディズニーシーで何飲んだかっていうと、アメリカウォーターフロントの方だったと思うのよ。そう、タワテラのね、目の前かなに、ちっちゃいお店があって、そこでね、お酒を買えるんですけど、その時、冬だったんで、ココアとバーボンのカクテルが売ってたの。そう。でね、私バカだからさ、めちゃくちゃ甘党なので、ココアのお酒なら飲めるんじゃねって思ってそれを買いに行ったのね。そう。で、さすがにお酒を朝から飲んで一日遊ぶのは、危ないだろうっていうことで、ある程度遊び回ってお店が閉まるちょっと前ぐらいかな。多分7時、8時とかなんかその辺だった気がするんだけど、そう、お酒がじゃない。お店が、そう、閉まっちゃうちょっと前ぐらいに飲みに行ったの。そう、夜の時間帯にね。そう。で、お酒買って初めて飲んだ酒は美味しかったとは言えなかった。そう、バーボン結構強いよな、やっぱ。そう、びっくりしちゃった。ココアの味が全然しねえじゃんと思った。そう、タワテラをね、眺めながら、見た目はすごく可愛いバーボンココアカクテルを飲んだんですよ。もうかろうじてね、そこにオレンジの輪切りが入ってたので、そこからね、一生懸命オレンジの汁を絞り出してそう、木のヘラがついてたからさ、混ぜるようだと思うんだけど、そう、木のヘラで一生懸命オレンジを押しつぶして、オレンジの酸味をお酒に混ぜながらちょっと自分を騙し騙し一杯を飲み切ったっていうことがありました。そう、危ないからね。なんかついでに言うと、私その直後になぜかタワテラに乗ってるので本当に危ないよ。今めっちゃ反省してるの。なんであんな行動をとってしまったんだろうって。そう。20歳になったその日にお酒を飲み、バーボンを飲んだ、その5分10分後ぐらいにタワテラに乗るっていう、とんでもないことをしているので皆さん気をつけましょう。ね、反面教師にしてくださいね。でも全然元気でした。よかったね。そんな感じだったな、最初のお酒は。
ね。エピソードがさ、もうまともなものがないよね。あ、でもこの後はさすがに、こう、自制をね、始めた。そう、最初に遊びすぎたせいで、あ、これはちょっとまずいんじゃないかって思って、かなり気をつけて飲むようにはしてました。ってことで、ここからはですね、この1年半に何を飲んだかなっていう振り返り会です。そうね、お酒はいろいろ試してきたつもりではあるんだけど、私さ、ビールが飲めないんだよね。そう、さっきも言ったんだけど、甘党だからなのかな、子供舌だからなのかな、ちょっとわかんないけどね、ビールの苦味がダメなのよ。そう。何回か試したんだよ。親がね、ビール開けた時に、ちょっとだけちょうだいって言って、グラスにこう、水かさ2、3ミリぐらい注いでもらって、一口分飲んだりしたんだけど、もうそれで結構限界って感じで、全然飲めなかった。もう苦くて、もう、お酒とか味を楽しむレベルじゃないのよ。もう全然飲めないから、居酒屋とか行った時に、とりあえず生とか、とりあえずビールみたいなノリは絶対にできないっていうことがよく分かった。本当にダメなんだよね。そう。京都とかに抹茶ビールとか確か売ってて、お土産で買ったりしたんだけど、それもね、結局、全然飲みきれなくって親にあげましたね、残ったやつを。そう、ビールダメなんです。で、じゃあ何飲んでたかっていうと、お家だとね、やっぱ定番、ほろ酔いは飲んでた。そう。ほろ酔いはね、割とお手軽だし、デザインもね、可愛いから手に取りやすいし、アルコール度数的にも3%とかだっけ。そう、結構低めだから飲みやすくっていいなっていう感じですね。そう、バリエーションも多くて飽きないと思う。ただね、文句つけすぎだろって話になるんだけど、私炭酸も苦手なのよ。そう。炭酸でお腹いっぱいになっちゃうタイプで、炭酸系のジュース、コーラとか、三ツ矢とか、あの辺も全然飲まないし、そう、ファンタとかね。ダメなんだよ、炭酸。そう、だから、ほろ酔いは最初の頃割と飲んでたんだけど、全然飲まなくなったな。そう。で、代わりにね、登場してきたのが、だいたい2種類ぐらいあるんですが、1個めちゃくちゃ美味しかったのが、お酒のゼリーっていうシリーズがあるのよ。そう、プルプルなんちゃら酒みたいな感じの名前らしいんだけど、そう、お友達から教えてもらって、これ美味しいよって、ただコンビニどこでも売り切れちゃってんだよねみたいな話を聞いて、一生懸命探し回ったのはすごいいい思い出なんですが、そう、美味しいんでお酒のゼリー。果実酒をゼリーにしたみたいな感じです。自販機にさ、昔、フルフルジュースみたいなのあったじゃないですか。振ってゼリーを砕いて飲むみたいなやつ。あれのお酒バージョンって考えてもらうとめっちゃわかりやすいと思う。そう、あれね、すっごい美味しいのよ。そう、お酒感はそんなにないと思う。私個人としては。そう、他のに比べて、お酒の匂いがする、めっちゃお酒だみたいな。アルコールを直に感じる感じではないんだけど、でもちゃんと酔いが回るからアルコール入ってんだなってわかるぐらいの感覚でしたね。そう、だから飲みやすいのよ、すごい。で、食感も新感覚って感じですごい楽しいし、やっぱ果実酒は何飲んでもうまいなっていうのがあるので、お酒のゼリーはね、めっちゃおすすめ。そう、ただ、すごい売り切れてる。そう、今どうかわかんないけどね、そう、教えてもらった当時は結構バズってたというか、ひっそりとね、流行っていたらしいので、全然手に入らなくって、マジで、友達と何軒もコンビニ回ったことはありましたね。そう。で、それと同時並行ぐらいで飲んでたのが、フォションっていうリキュールがあるんですけど、そう。それがね、紅茶系のお酒なのよ。そう。ストレートばっか私飲んじゃってたんだけど、レモンとかもね、あったと思う。レモンティーのやつとか。そう。紅茶のお酒で、こう、いろいろ割って飲めるよとか、ロックでも飲めるんだけど、私はね、ちょっと、ロックはやっぱ濃いなって感じちゃうわ。そう、リキュールね、あれ何パーだったか忘れちゃったけど、私ロックは向いてないみたい。そう、だから大体水割りで飲んでた。そう、水割りで飲むと、ゴゴッティーの酒って感じ。そう。普通に色がね、めっちゃ綺麗なのよ。普通に紅茶だなっていう感じで、味も、味はね、結構甘め。そう、ゴゴティーって言ったけど、かなり砂糖だなって感じがする。うん。甘いです。なので甘党さんはね、割と飲めるんじゃないかなと思う。そう。で、フォションっていうお酒はね、牛乳で割るのも結構ありらしいのよね。
そう牛乳割りすると、なんだろう、ミルクティーみたいな感じになるんだけど、ただね、何が働いてんのかちょっとわかんないんだけど、私牛乳で割った時さ、すんごいアルコールの匂いがしたの。そう、酒だってなった。びっくりしちゃったよ。そう、水割りだとそうでもなくって、だいたいゴゴティーだなぐらいにしか思わないんだけど、牛乳で割ったからといってゴゴティーのミルクティーにはならなかったわ。そう牛乳で割るとね、めっちゃアルコール感が強い。多分味っていうよりかは匂いがすごいね、なんかアルコールが飛んでくる感じ。なので、なんかちょっとお酒の匂いが苦手だなっていう人は、まずは水割りから入るといいのかもしれないなっていうふうに思いました。そう、お値段的には500いくらとかだった気がする。そう、リキュール割りながらちびちび飲んでいくタイプですね。そう。まあそんな感じかな。一応他にも、果物系のお酒は、そう、お酒飲めるようになってから親がいろいろこれ試してみたらって買ってきてくれたりして飲んだりしたんだけど、印象に残ってるのはやっぱこの3つかな。ほろ酔いとそのお酒のゼリーとポションっていう紅茶のリキュールですね。美味しいよ。めっちゃ美味しい。で、こっからはですね、私がなんか外に行った系の話をしようかな。最初に外で飲んでるから今更って感じではあったんだけど、そう、でもその後もね、結構いろいろお外で飲み歩いたんですよ。星野リゾートに行った時に飲んだお酒はやっぱうまかったな。そう、なんかね、20歳旅みたいなプランが確か星野リゾートであったのよ。そう。で、それにお友達がね、こう、声かけてくれて一緒に行こうってなって、行った時に、日本酒を注文したのと、あとロビーに置いてあった梅酒をめっちゃ飲んだっていうのは覚えてる。そう。なんか注文したのはね、ソーホマレっていう日本酒だったはず。多分。そう、間違ってたらごめんね。そう、ソーホマレっていうお酒があって、結局一人で飲んだな。そう、お友達と一緒に飲もうかって言って、おつまみ付きのね、セットを注文したんだけど、そう、お友達がね、そんなにお酒強い感じの人じゃなかったから、もう一杯ぐらいでいいやっていう風になって、残りは私が全部飲んだっていうやつですね。そう。やっぱ日本酒はなんだろう、喉通るときにさ、カッて熱くなるじゃん。そう。あれはね、まあ、得意ではないんだけど、全然いけるなって思うわ。いけるいける。まあ、美味しいって感じるかどうかっていうとまた話は別なんだけど、なんか面白い感覚だなとは思う。そう。喉を焼くんだみたいな。そう。結構ね、嫌いじゃないので日本酒は時々飲みますね。まあ、時々って言っても、あれね、お家で飲むとかではなくて、お外とか観光地に行った時に探しちゃうなっていうぐらいです。そう。でね、ロビーにあった梅酒は、そのお酒があんまり得意じゃない子も結構飲んでた。そう、星野リゾートのロビーにいくつかお酒がね、試飲できますよみたいな感じで置いてくれてるのを発見したんですよ。そう。で、その中からいくつか飲み比べてたら、梅酒がね、すんごい美味しかったらしくて、そう、銘柄とか見るの忘れちゃったんだけどさ、なんかお友達がすごい気に入ってたね。私も飲んだわ。やっぱ梅酒は結構飲みやすいよね、誰でも。なんか何にでも合う気がするし。結構度数的にはね、高めだった気がするよ。ほろ酔いとかよりかは全然高かった気がするんだけど、それでも飲めてたってことは相当いいお酒なんだなっていうふうに思いました。そう。まあ、星野リゾートの話はこの辺かな。でね、結構私が好きなお酒、あんまり好きとか語るなよって話なんだけどね、まだ初心者だから。そう、でも結構気に入ってるお酒でね、ザンパっていうお酒があるんですよ。そう。沖縄の焼酎だった気がする。なんかね、沖縄フェスみたいなとこで見っけたんだよ、確か。そう、ザンパっていうお酒があって、それがね、めっちゃ美味しい。そう、なんかね、ザンパっていう焼酎をベースにいろんなお酒が展開されてたりするんだけど、シークワーサーのサワーとかね、結構いいですよ。飲みやすい。炭酸苦手なので、あんまりごくごくは飲めないんだけど、そう、でも、なんかさっぱりしてるし、シークワーサーの旨味もありつつ、ザンパの飲みやすさが後押ししてきて、めっちゃ飲んじゃうみたいなお酒ですね。あれはいいぞ。そう。でね、沖縄の焼酎なんですが、
私その沖縄フェスでさっき見つけたみたいな話をしたじゃん。20歳になった後、成人した後にその沖縄フェスみたいなところに行って、その前年だからに、多分飲んでたんだよ、そのシークワーサーのサワーを。で、めっちゃ美味しいと思って、今年も絶対飲み行こうと思って、沖縄フェス的なやつに足を運んだんですが、そこでね、どうせなら、持ち帰りのカンカンじゃなくて、その場で飲みたいなと思って、屋台をね、探してたの、お酒の屋台を。で、ザンパ売ってるじゃんと思って、ザンパを頼みに行ったのね。たださ、私本当に無知だから、水割りを頼んじゃったの。いやー、もったいないことしたなーと思う。絶対お茶割りとかの方が良かった。今更って感じなんだけど。当時はね、無知で、とりあえずご飯と、お酒あるじゃん。じゃあお酒も頼もうぐらいの勢いで行ったから、ご飯は決めてたけど、お酒、何で飲もうっていうのを何にも考えてなくって、で、とっさに水割りって言っちゃったんだけど、水割り、でもね、水割りびっくりするぐらい飲みやすかったの。本当に。もう衝撃だったね、あれは。なんて言ったらいいんだろうね。清涼感がね、あった。で、癖があんまりない気がする。本当に初心者の主観による話なので、あんまり信用しないでもらいたいんだけど、ザンパはね、めちゃくちゃ飲みやすかった。びっくりしちゃった。水割りで結構大きい、プラカップに入れてもらったんだけど、もう15分くらいで全部飲み切っちゃったね。ご飯食べながら。バリバリ酔った。私ね、あんなに酔ったの初めてだったわ。本当に足の感覚がなくなるってああいうことなんだなって思った。だから一気飲みはね、危ないから。あと一人で飲み歩くのも危ないから。皆さんね、誰かと一緒に飲むことをお勧めします。これは本当に実体験から。ただね、ザンパはマジでめっちゃ飲みやすいし、さっぱりすっきりしてて美味しいなって感じるので、癖強苦手だなっていう人はね、結構ザンパはおすすめかもしれない。飲みやすいよ。でね、焼酎関連で行くと、日本酒に行くか。日本酒さっき、星野リゾートでちょっと飲んだよって話をしたんだけど、日本酒も結構興味あるにはあるのよ。あんまり、たくさん飲んでるわけじゃないんだけど、興味自体は結構あって、でね、川越に一回観光に行ったんだよね、一人で。もうさっきから一人ばっかじゃんってなるんだけど、一人で観光に行った時に、これも帰りがけを狙ってですね、しょっぱなからお酒飲んで酔っ払ってもさ、ね、しょうがないじゃん、遊べなかったら。だから割と遊びきったぐらいでお酒を飲みに行くっていうのがルーティンだったりするんだけど、帰り、もうそろそろ帰ろっかな、もうあと一箇所回ったら帰ろっかなぐらいの気分の時に、川越にあるね、日本酒の飲み比べをできるところがあるんですよ。そこに行った。結構ね、面白かったな、普通に。川越のお土産屋さんもね、近くに隣接しているので、普通にお土産見るだけでも楽しいと思うんだけど、その日本酒を飲み比べできる建物みたいなのが、その施設の一角にありましてですね。確かね、500円で、ちっちゃいカップ3種類分、3杯分、日本酒を飲み比べできるよっていう感じの形式なんですよ。お酒3杯もいらないよっていう人は、500円と引き換えでコインがいくつかもらえるんですけど、2杯分お酒にして1杯分別でつまみを頼むみたいなこともできるっていう、結構融通が効いていい感じのサービスですね。で、私は3杯飲んだんですけど、ただ日本酒何にもわかんないから結構戸惑ったには戸惑ったのね。どうしようかなって。自販機見て、辛さとか甘さとかいろいろ書いてあるのよ。自販機の商品がさ、ガラスのケースの奥にあるじゃん。で、そこのそばにラベルみたいなのが貼ってあって、ちゃんとどれぐらいアルコールが強いですよとか、どれぐらい辛いですよとか、全部書いてあるんだけど、それを言われたところで初心者にとってはあまりピンとこないと。全然わかんなかったから、もう結局聞いたよね。スタッフの方がね、何名か常駐してらっしゃるので、もうバリバリ話しかけに行きました。
なんか初心者におすすめのやつありますかってすんごいふんわりした問いかけをして、で、そう、まあどっちかっていうと甘党なんですけど、まあみたいなとりあえず初心者におすすめのお酒ありますかっていうのを聞きに行ったら、もうご丁寧に教えてくださって3種類ぐらいね、そう、おすすめしていただいた中から飲んだりしました。そう、銘柄はね、もう忘れちゃった。そう、行った当時はね、あ、これ美味しいと思ったやつをその場でパシャって写真撮ったりしたんだけど、なんか写真捨てちゃったらしくて、今もう見つかってないです。そう、ただ3種類しか飲み比べてないけど、でもやっぱりなんだろう、お酒ごとに個性があるんだなっていうのはすごい感じた。そう、なんかね、全然違かった。めっちゃ好きっていうやつとそうでもないっていうやつが結構きっぱり分かれたなっていう感じがしました。そう。だからお酒好きな人はもちろんなんだけど、好きじゃない人のマッチングの場としても、ここのね、川越の施設結構いいなっていう風に感じましたね。そう、日本酒の飲み比べね。そう、これもね、結構時間かけた方がいいと思いますよ。うん。ちっちゃいカップとはいえね、3杯だから。そう、もう帰りの電車結構ほろ酔いだったから気をつけようね。で、あとそう、さっき先延ばしにした焼酎ね。そう。なんで先延ばしにしたかっていうと、私メモ作ってて上から読もうって言ったのに、話が脱線するとね、飛ばしたくなるんだけど、そう、絶対話し損ねることが出てくると思ったので、後回ししました。そう、焼酎がね、一応最後に用意してたネタなの。そう、焼酎は詳しくない。全然わかんない。マジで。そう。焼酎が何かすら分かってない。もうね、お酒の一種っていう認識しかないんだけど、そう、結構ね、おじいちゃんとかが好きだったっぽいんだよね。そう。で、お正月の集まりをいつもおじいちゃんおばあちゃんのお家でやってたんだけど、そこの場所に行った時に、あ、もう20歳になったんだからお酒飲みなよって言って、そう、おじいちゃんがいろいろ出してきてくれて、お、これ飲みな、これ飲みなっていろいろ勧めてくれたんだけど、全然わかんなかったんだよね。これ美味しいみたいな。そう、焼酎をとりあえず、なんだろう、ちょっとずつ入れてもらって飲み比べたりしたんだけど、なんかあんまりピンとこなくって、ああ、これが焼酎か、みたいな。そう、残波ほどの衝撃はなかったんだよな。そう、残波とか日本酒を飲んだ時ほどの衝撃はなかったの、その時の焼酎って。そう。ただね、母親ですね、お母様が、ちょうど隣に座ってて、なんかピンと来てない顔がバレたんだろうね。そう、声かけてくれてさ、これで割りなよって言って午後の紅茶を渡してくれたんよ。あれ、無糖だったかな、無糖かストレートだったと思う。そう、午後ティーを渡してくれて、そう、おばあちゃんとかがね、毎年用意してくれるんだけど、そう、これで割ったら多分飲めるっしょって言うから割ってみたのよ。もうね、びっくりするぐらいうまかった。衝撃だったね。あ、これだわってなった。そう。いやー、そう、焼酎そのまんまだとダメだけど、割るといけるってあるんだなって。びっくりしちゃった。あんなに変わるもんかね。そう。なんて言うんだろうね。味はゴゴティーなのよ。そう。で、なんか程よくお酒が回る感じなのかな。うん。だから、なんだろう、焼酎って基本的に癖が弱いんだね。そう、なんか単体で飲むもんじゃないんだなっていうのはすごい学んだ。そう。いや、まあ単体で飲んでもね、残波みたいにめちゃくちゃ美味しいのもあるんだけど、なんか焼酎割った方がいいんだなっていうのはすごい学習したわ、その時。そうそうそう。あと、ゴゴティーが万能すぎるっていうことも理解した。そう、焼酎のゴゴティー割りマジでうますぎた。びっくりしちゃった。そう、なんか焼酎っていうとどうしても、なんだろう、こう、格式高いじゃないけど、こう、なんだ、割と自分よりご年配の方とかね、人生の先輩の方々が飲んでるってイメージが強かったんだけど、ゴゴティーで割ったらこんなに身近な存在になるのかと、びっくりしましたね。めっちゃ美味しかった。そう。なので困ったらゴゴティーで割るといいと思います。はい。一応ね、用意してたお話はこんな感じなんですが、どうだろうね。皆さん結構お酒飲むのかな。もちろんね、20歳になってない人はまだ飲んじゃダメですけど、そう。いやでもね、なんかお酒別に好きじゃないんだよ。
ここまで話しといて好きじゃないのって話にはなるかもしれないんだけど、私別にお酒が好きなわけじゃないの。そう、たださ、なんだろうね、こう制限があった分、お酒を飲んでる私って大人じゃないっていう感じがするの。そう。だってね、20歳になったら飲めるものっていう印象がやっぱり強いから、お酒を飲むっていうことが大人になるっていうことと、なんとなく、こう、直接的な重なりをね、持ってしまうというか、そう。っていう、なんだろう、思考がありつつ、結構1年半ぐらいかな。そう、2年経たないぐらいで、まあ、いろんなお酒を飲んできたなっていう感じにはなるんですが、そう、美味しいお酒もあるんだなっていうふうに思いました。そう、意外とね、やってみると、いろいろできることがあるよ。何言ってんだろうね。そう。一人で飲みに行かない方がいいよとか、無理はしないようにねっていうお話はもう散々したんですけれども、そう、無理をしないっていうのはすごく大事。ただ、一人で飲むのは別に悪いことだとは思わない。そう、ただ自制は大事だよって話ですね。そう。自分でちゃんと制御できる人はもう一人でね、ガンガン開拓しに行っていいと思う。お酒のお店って結構専門家の方も多いから、そうそうそう。おしゃべりしてみるといろんな話が聞けると思うので、そういうところも含めてお酒を楽しんでいけたらいいんじゃないでしょうか。じゃあ今回はこの辺で終わっていこうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。お相手は星野シャナでした。おやすみなさい。